タイ生活ヤッホーっていう感じないから全然。本当にさ。イブケンタイ生活始まるよ。何だっけ？ You Your You Yours。 はい。忘れましたけど、イムです。はい。本日ね、タイ移住編の2本目ちょっと撮っていこうと思うんですけども、今タイじゃないんですよ。今、日本にいまして、地元に帰ってきてます。はい。地元のね、島原城ってところに来てるんだよ。ちょっと先に島原城を見せておこうか。こんな感じで、島原なんですよね、僕地元が。古き良きを感じるということですね。今日は、今の僕のタイ生活1ヶ月が過ぎたということで、どのように過ごしているかをね、お届けしたいと思います。いろいろありすぎて、精神状態がね、もうぶっ壊れてるんですけども、とりあえずまず、ちょっと悩んだんだけど、一応報告しようかと思ってね、報告しといた方がいいと思って言うんですけど、別れました。はい。ちょっと、さらっと言うことでもないかもしれないんだけど、別れましたということでね、やらせていただいております。はい。で、タイ生活ね、始めて1ヶ月ぐらい経ったんですけども、こんなにね、メンタルがね、ぶち壊れると思ってなかったんですよ。はい。でも、一応ね、別れましたっていう報告をした方がいいなと思って、もうずっとね、何ヶ月も前から僕一人なんですよ。でも、未だにカンナが、ね、カンナ出ないんですかとかっていうお声をね、ありがたいことにコメントいただくので、一応言ってた方がいいと思ってね。だから4ヶ月ぐらいはね、いろいろ旅したりとか、で、タイに住み始めて1ヶ月っていう感じでやってきたんですけども、タイに一人来てさ、ずっとね、ショート動画も載せようと思ってたんですよ。タイ1日目から1週間、こんな感じです。こんな感じです。どうしよう。友達できるかなとかって。結構それを楽しみに来てたんだけど、もうそれどころじゃなくて、もうそれどころで精神状態がね、もう動画も撮れない、どこにも行けない、もう家にずっと一人でいるっていう時間がすごい続いたんですよ。で、病んでるからさ、誰にも会えなくて逆に、会ったらダメだと思って今、依存したりね、騙されたりするから。で、タイに住んでる日本人はさ、すごい変な人多いんですよ。そういうとこもね、自分がメンタルやられてる時に会ったらダメだなと思って、誰も信用できないっていう状態になりました。それがかなりしんどかったですね。で、それ言うか悩んだんですけど、結構それもリアルな感じでいいかなと思って、彼女とも別れました。で、古着も僕は辞めました。で、地元の仲間とかも結構大事なタイプなんですけど、そこも離れて、仲間もね、いなくなって、なんか、自分の周りからね、ほんと一気に全部がなくなったような気がしてね、すごいすっからかんというか、急に孤独みたいになったんだよ。そんな中で引きこもったので、孤独と向き合い、自分の執着と本当にね、向き合う時間になりました。で、すごいやっぱり依存してたなっていうのがあったし、人にも生かされてたなとかって思ったりしてさ、でそんな中こう、僕はタイに住むって近寄ってくる人たちも信用できないしさ、もう誰も信用できないしさ、そういうの重なってね、本当に辛い日々でした。こんなになると思ってなかったけどね。でも僕のリアルはそんな感じでございます。今はだいぶ時間とともにね、メンタルも回復して、人にも会えるようになったんだよ、最近。で、TJ さんともね、お会いして、ずっと恋話して語らせていただいてね、本当に良くしてもらってさ、なんかそういうのもあって、いろんな人たちの助けがあって、で、タイの在住者の中でも、すごい良くしてくれる人もいるし、中にはね。で、そういう人たちに本当に救われたなと思います。うん。で、今はやっと、復活して、こうやって喋れるようになったので話しております。はい。やばいって。こう、そういうことをちらっとね、インスタグラムとかで言ったんですけど、同じように、タイで一人で、友達もいないですとか、もう孤独ですっていう人たちがすっごいいたんだよね。いたし、冷静に考えて、こういう、こう、一人で結構寂しさ抱えて生きてる人って多いんじゃないかと思ってさ、なんか日本でも、なんか同じような境遇の人たちって絶対いるよなと思ってさ、そういう人たちってなんかどうやって生きてんだろうとか、考えたよな。うん。本当に自分と向き合ういい時間といえばいい時間だけど、になりました。なんかこう、人間って孤独にならないと、パンチラインとか出ないよね。悟らないし、出ないし、なんか考えないなと思ってさ、ある意味こう、心が満たされている状態だとね、あんまりこう、自分について考えないな、深掘りしないなっていうことは改めて思いました。だから僕にとって必要な時間だったのかなとも思うし、手放して満たされるっていう感覚っていうのは今のところまだなくてさ、どっちかって言ったら失った感がすごい大きいんですよ。まだね、だからこれから変わっていくんだろうけど、環境が変わっていくときって、一回みんな誰もが不安定になったり孤独になったりってするよね。
だからそんな時に、こう、支えてくれる人とかって本当に大事にしないとなって思いました。だから言って僕は特殊やけどね。タイにおるけんか、タイでその詐欺師みたいな人たちに騙されるとダメやし、DM くれる女の子に例えば僕が会ってそこに依存してもダメじゃん。なので、一切遮断して、本当にね、SNS も僕は載せる分しか載せてなくて、もう見れなかったしさ。なんかそんな日々を送っていただきました。で、今、僕は日本に帰ってきて、ここで荷物をちゃんと持って、本格的に今月末からタイにちゃんと荷物を持って住み始めるっていう感じです。マジで不安しかないですよ。ぶっちゃけさえやっていけんのかなって僕思ったよね、正直。自分も特殊なもんで、なんか出勤して職場の人とかに会うとか、そういうのがあれば、ちょっと気が紛れるんだろうけど、仕事上は一人じゃないですか。なので、一日本当に一言も発さないっていうことがあるんだよね。それってマジで良くないなと思って、で、外に行ってもさ、サワディカとか、コップンカっていうだけなんだよ、マジで。これマジやばいでしょ。そんな感じで結局、人なのかなって思いましたね、生きていく中で。前も僕言いましたけど、何を食べるかじゃなくて誰と食うかみたいなね。本当にそうだと思っていて、いくらお金を稼いでさ、そういうところの問題がなくなったとしても、なんか一人ってさ、なんかもう、ね、どうなんっていう感じよね。そもそも自分さえ生きていければいいっていう感覚になると、そこまでで終わっちゃうなっていう感じがするよね。だから僕にメッセージくれたタイ在住のね、一人の人たちとかもね、よかったら私とか僕も寂しいのでお会いしませんかっていう人たちも本当、返事できなくてごめんなさいっていう感じ。僕も本当それどころじゃなくて、ちょっとね、なかなか大変やったんやけど、旅に行くとかもちょっとできなくて、マジで。だからこの数ヶ月間行ってないんだよ、その、この前の中国以来。行ってなくて、改めて自分って、その帰る場所があったから、一人旅ってできてたなっていうのをすごく感じました。数ヶ月間、だから YouTube の更新とかもちょっと少なくはなってるんだけど、やっと回復期に入ったので、そろそろ行こうかなっていう気はしてますね。どこ行くとか決まってないけどさ、モンゴルにでも行こうかなと思ってて。タイで病んでた時は、本当に誰も信用できないと思って、こう自分の身を守るためにも誰にも会えないっていう感じでした。だから、与沢翼さんとかの気持ちがマジでわかる。与沢さんの気持ちめっちゃわかるよな。与沢さん、どうやって乗り越えてます？一人じゃ孤独を感じられないって宇多田ヒカルも言うてますから、なんかそこを本当突き詰めたって感じだね、今回はね。で、結局人に救われてるから、今僕は。周りにいる人たちとか、それでも僕を気がけてくれる人たちって本当に大事にしたいなって思っております。はい。そんな感じのタイライフの話をこの地元からすんなよって話だけどね。で僕地元ね、超好きなんだ。ちょっと地元の案内したいけどな。僕地元超好きで、地元の場所も人もめっちゃ好きなんだよ。本当に愛してるからさ。だから島原ってすごいね、長崎の端っこなんだけど、あんまり、なんていうのかな、わざわざここに来る人たちはいないと思うんだけど、すごい僕が生まれ育ったホームタウンでもあり、なんていうのかな、愛してるから、なんかみんなに知ってほしいなっていうのが、本当にあるんでね。さあ、やっぱ日本帰ってきたらマジでいろんな人に会ったんよ。やっぱね、ホームシックっていうかさ、タイに帰りたくないみたいなのがあってさ、ちょっと正直。僕はもともと0100人間なので、タイに住むってなったらタイで絶対やっていかなきゃいけないみたいな性格なんよ。でもなんか、それは別になくていいかなって今回思ったんだよね。なんか、タイには住むんだけど、日本と2拠点ぐらいの感覚で行った方が、こう、お互いを楽しめるんじゃないかなと思って。日本に行くときもちょっと旅行みたいな感じ。タイに帰るときも、長期の旅行に行くしなぐらいの感覚。そういう緩い感じで行った方がいいかなと思いました。もうタイに来たから孤独だろうがなんだろうが、タイで、420% 生きていくぞっていうのはあんま良くないなと思いましたね、本当ね。人間選択肢がなくなると追い込まれるということで、はい、こちらが、お城です。島原城って聞いたことある人もいるかもしんないんだけどさ、そう、唯一ね、なんていうの、島原のシンボル、唯一って言ったらあれやけど、になっておりまして、みんな来てほしいな、島原にな。で、島原のそうめんとかもね、めっちゃうまいからさ、寒ざらしとかもあるんよ、有名で。有麺かき氷六兵衛、冷やしそうめん、雲仙ハムっていうのも美味しくて、これね、マジ半端ないんよ。ぶっ飛びますよ。島原紹介動画作ってもおもろそうだけどな。いや、でもそんなの見らんか、島原 Vlog なんて誰も。だから、城下町みたいになっとるんですよ。本当にずっと病みまくってたから、病みまくってたっていうかさ、本当にもう僕、終わるんじゃないかなと思ったんよ。
で、なんか、別れたからっていう理由だけじゃなくて、一気にこう、僕の周りから何もかもがなくなった感があってね、なんかみんなどうやって生きてんの本当に。一人の人たちってどういうモチベーションで生きてんのわかんないんだよ、生き方が。タイ生活、ヤッホーっていう感じ、ないから全然。本当にさ。タイの発信するとかって、タイの発信できてないからね、本当に申し訳ないなっていう気持ちがでかいです。今からこうショート動画とかもタイの紹介とかたくさんね、やっていこうって、決めてるけどね、決めてるけど、なんかどうなるんかな本当にわかんない。でもさ、女の傷って女でしか癒されなかったりするじゃん。だから、また誰かと出会って、なんかこう、なったりするのかなとか思いながら、でもそれもなんか結局、同じことを繰り返してるようでさ、どうなのかなと思いつつ、結局人生女なんすかそんなこんなで本日は、僕の闇トークやらせていただきました。いかがでしたでしょうか。いや、いかがでしたでしょうか。知らねえよって、お前の精神状態は。はい。ということで、そろそろ、次の旅を多分載せれるからタイミングよく、次の旅と、また、僕の心境の変化っていうのはちょっと合間合間に挟んでいきますので、すいませんけども、本当申し訳ないです。はい。ありがとうございました。ということで、島原に皆さん来てください。はい、遊びにね。じゃあ次回もよろしくお願いします。バイバーイ。